こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、Quantify Funds がビットコインと金の混合 ETF、BTGD の提供開始を発表しています。割合は1対1、ナスダックへの上場とされてますね。インフレ対策 ETF とも呼ばれてますけども、最近の各社のビットコイン関連の ETF 提供はですね、米選挙戦の恩恵を受けるための進出とも見られてますね。こちらも今後需要が生まれるのか注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローはまだ全部が公開されてませんが、本日も全体で純流入を記録してます。週間でもプラス10億ドル近くになってますね。で、イーサも1000万ドル規模ですが、全体でプラスとなってます。で、一方香港はビットコインがマイナス 48.06BTC、ドル換算ではマイナス326万ドル相当と、イーサはゼロとなってます。ビットコインの価格は現在67,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、CPI、PPI、タイの中銀政策金利、米関連がありました。タイの利下げもありますけども、目立つものとしては MBA の住宅ローン申請指数ですね。過去の数値と比べても大きな下落幅となってまして、米景気悪化示唆と見られています。ただ、米市場開場後はですね、米株各指数も反発した形となっています。一部では織り込み済みという見解もありますね。米国債は 4.030 を推移しておりまして、ナスダックが2174、S&P500 が5841、ダウ平均が43,077、キングゴールドが2677ドル、日経平均が39,141円、ドル円が 149.50 円となっています。個別株の方ではメタプラネットが続伸しています。先日のビットコイン買い増しからですね、他ではビットコインのオプション取引で利益を上げたことなどが話題になってますね。株価は再度1000円を突破して1200円台となってます。本日日本市場が開けてからも続伸となってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 4.66%、額として394億ドル相当と再度 ATH 更新したのが注目されています。比率としては全体ではロングが 51.0%、バイナスミはショートが 60.4% と上入りになっています。今後の指標としては本日10月17日に ECB 政策金利、米貨織売上高、米フィラデルフィア連携景況指数、10月18日に中国の実質 GDP、中英小売、米住宅着工件数9月、10月21日に中国のローンプライムレート10月、米景気先行指数9月などが控えております。他アナリストの見解ではですね、第3四半期の VC の仮想通貨市場への投資が第2四半期と比べて 20% と減少していることから若干盛り上がりに欠けてるんじゃないかというですね、ギャラクシーデジタルなどの見解が注目されてますね。昨日はですね、その本日の指標の警戒から、そろそろ調整に入るんじゃないかという話をしましたけども、未だ6万8000の攻防で耐えている状態です。市場では節目の6万8000を一時的にでも超えたことが注目されてますけども、本日は ECB 政策金利、米小売と、重要指標が並んでおります。で、事前予想では ECB が 0.25% の利下げ、米小売が前回を若干上回る予想、米フィラデルフィア連携景況指数は前回 1.7 から予想では28.0 と、大幅な上振れが期待されています。この予想通りの展開なら上昇する展開になると思いますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。ECB 政策金利は本日9時15分、9時半から米小売景況指数が続いております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2620ドル、BTC 建ては 0.0386 と、先物の方では OI は全体でプラス 0.54%、額としては127億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.9%、バイナスミはロングが 66.6% と上売りになっています。他アナリストらの見解ではですね、先物のファンディングレートの急上昇からロングの生産に警戒する必要があるとか、あとはオンチェーンの方ではイーサのバリデータ報酬が今年の3月のピークの2.4 億ドルから現在は 1.7 億ドルと、30% 減少しつつもですね、バリデータの数自体は増えていることから、長期的に期待されているとか、あとはアルト以下 L2 のアクティブユーザーが以前と比べて増えていることから、こちらも上昇要因になると。オンチェーンの方では明るい話題が取り上げられてますけども、客観的に見ると、ETF などですね、イーサ周りの現状はあまり変わってないのかなと思います。チャートだけ見たら BTC 建ても昨日からまた下がってまして、ドル建ても
ビットコインは一時的に6万8000を超えたのに対してですね、イーサは2700の抵抗を抜けられずに、弾かれた展開となってまして、依然弱い印象があるのかなと思います。下再度2400ドル台で耐えられるかが焦点になると思います。こちらも本日9時15分以降ですね、どのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では、イタリアがビットコインのキャピタルゲイン税を26% から 42% に引き上げる予定という報道が話題になってますね。レオ経済副大臣が2025年度の国家予算に関する記者会見で語ったとされてますね。イタリアの仮想通貨市場ってあんまり話題にならないんで、即効性はないかもしれないですけども、市場参加者が少なくなる要因にはなり得ますね。あとはポンジ詐欺4カウントの首謀者タクリ氏に懲役20年罰金300万ドルの判決が下ったこと、香港警察が4600万ドル相当の仮想通貨投資詐欺を摘発、容疑者27人を逮捕したこと、ビットフェニックスのハッカーリヒテンシュタイン氏に懲役5年の減刑が要求されていることなどが話題になっています。4カウントは仮想通貨のマイニング事業と取引業務を扱う企業と謳って投資家から数百万ドルの資金を調達してたんですけども、事業自体はなくですね、ポンジ詐欺として訴えられてました。で、今回その首謀者タクリ氏に懲役20年の判決が下ってます。で、香港の投資詐欺に関しては、恋愛をフックにして仮想通貨投資に誘って4600万ドル相当を騙し取ったとして関係者27人が逮捕されてます。あとビットフェネックスの件に関しては、先日ですね、妻のモーガン氏がマネロンの罪で懲役1年半の判決が下ったのも取り上げましたけども、今回は実際にハッキングしたとされている夫のリヒテンシュタイン氏に対して検察側が懲役5年を求めているという展開ですね。詐欺よりもハッキングの方が刑が軽い感じになってますけども、最終どういう判決が下るのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。同時の高騰が話題になってますね。これは以前ですね、そのトランプ氏が大統領に当選したらイーロン氏を政府効率化省の省長に任命すると言及してたんですけども、でその政府効率化省を英文にするとですね、デパートメント・オブ・ガバメント・エフィシエンシーとなって、これの頭文字を取ると同時になるようになってるんですね。でもうすでにこれのミームも出て、盛り上がってるようですけども、時価総額トップの同時も上がってます。でまたイーロンがトランプを支持する政治活動委員会 PSC に7500万ドル寄付したことも話題になってますね。最近のトランプ勝利予想が強くなっているのも要因の一つかもしれません。カボスちゃんが亡くなってからですね、果たしてイーロンはこれからも同時を押すのかというところが気になってたんですけども、どうやらこれからも押し続けるようですね。同時の価格は現在 0.12 ドル、BTC 建てはプラス 6.4%、時価総額は9位ですね。最近イーロンのテスラも話題になってるんで、今回のバブルも吹くのか注目ですね。あと他ではレディデントキャピタルが今年2回目の不正流出を報告しています。今回はアービトラムチェーンで3200万ドル相当、BNB チェーンで1800万ドル相当とされています。フィッシングか PCA の侵害で秘密キー漏洩につながったことが要因とされてますね。ユーザーにはリボークが促されています。レディデントキャピタルのトークンも下落してますね。時価総額は536位です。2回も流出があると厳しいと思いますけど、こちらの今後の進捗にも注目ですね。あとその他資金調達関連では、ビットコインのステーキングプラットフォームロンバードがバイナンスラブスから出資、BTC チェーン上の合成ドルステーブル USDH を開発しているハーミティカが170万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。